closer, closer, closer. A little closer, closer from the last one. 皆さんこんにちは、あおいです。はーい、今日は私の最近の毎日メイクを紹介していきたいと思います。はい、ということで今日はこのメイク、これを紹介していきます。はい、で2020年はですね、何事もシンプルに生きていこうと思ってメイクもね、だんだん濃くなってしまっていたので、一回リセットして、テーマを決めて、メイクを考え直してみました。それがこちらです。で今回はベース作りだったりとか骨格作りを、意識したメイクになっているので、ハイライトの入れ方が違っていたりとか、チークに対してもね意識が変わったので、ちょっといつもと違う感じになっています。そして今日はなんと私の大好きな毎日使っているナーズさんとのタイアップ動画になります。イエーイ。で実はですね、このメイクナーズのアイテムだけを使ってメイクしてるんです。どうですか？あとで今からね詳しくやり方を紹介していくんですけど、数週間前にナーズにお邪魔させていただいて、いろんな、アイテムに対して教えていただいたりとか、あと新作をお先にいただいたので、自分でどんなメイクが合うかを研究してみて、いろいろね毎日違うメイクを試してみたんですけど、これだって思うのがこれです。なので最近の YouTube はですね、このメイクを基本的にやっておりました。でリップを変えて楽しめるようなベースだったりとか骨格作り、アイメイクにしてみたので、自分でねリップとかで楽しめると思うので、よかったら参考にしてみてください。それではこのメイクを紹介していきたいと思います。はい、ということで早速メイクを始めていきたいと思います。じゃあまずは髪を、はい、今はもうスキンケアが終わっている状態なので、この上からメイクをしていきます。まず下地はこちらティンティッドグローブースターの2183、私はミディアムというカラーを使いたいと思います。これは2月7日発売なんですけど、なんかねすっごいこう肌に光を与えてくれるブースターになっていて、こんな感じでリキッドタイプなんですけど、こうすっごい軽いんですよ、これめちゃくちゃ。でスキンケア終わった後にこういう感じで肌全体に伸ばしてあげると、こんな感じで光の入り具合がね全然違うんですよ。なので私はこれを、ファンデーション塗る前に下地として仕込んで、奥からねこう光を与えてくれる感じで今日は塗っていきたいと思います。ハイライトとして使えるので、ここの頬の高いところとか鼻筋とかにもこれをのせてあげると、光が入るとねすごいツヤツヤになるので、そういう使い方も可愛いと思います。私は今日はハイライトとかすごいお気に入りのやつがあるので、それを使うので、これは、下地として仕込んでいきます。ですっごい伸びがいいので中心部に、のせます。まずは、光がやっぱ中心に入ってほしいので、中心部から外に伸ばしていきます。めちゃくちゃすっごく軽くて、でもやっぱこういうのを下に仕込むのと仕込まないのじゃやっぱりツヤ肌の作り方が違うなと思うので、私はこういう感じで伸ばしていきます。はい、見てください、こんな感じ。わかるかな、この中心部がツヤツヤしてる感じ、光に当たるとピカッとします。で、これを仕込んであげることによって、ファンデーションを塗ってからもこうなんていう奥からツヤがあるような綺麗な肌になるというか、そういう感じになるので、ここからまた重ねていきたいと思います。お次はねコンシーラーで、さらにちょっとだけ隠していきたいと思います。コンシーラーはこちらナーズのラディアントクリーミーコンシーラー、私は1244使ってるんですけど、これは本当に去年からすごくお世話になっているコンシーラーで、すっごい使いやすいです。で伸びもいいし、だからあんまり減らないのもいい、コスパもいい。でこのクマが気になる部分にと鼻の下の赤みが気になるところにと目の際のくすみ、ここら辺にも。で私はこう直接塗るのもいいんですけど、それとたっぷりつきすぎちゃうんで、指に1回取ってからこういう感じでなじませてあげると、コンシーラーを厚く重ねている感じにもならないので、こういう感じで指でポンポンポンポーンとしていきます。
次はファンデーションを塗っていきたいと思います。でファンデーションはねもうみんな分かってると思うんですけど、じゃじゃーん、私の本当に去年からずっとお世話になっているこのナーズのクッションファンデーションを使いたいと思います。で私これね本当に2代目で去年すっごく使ったので今年買い替えました。でこれですね。でこれを、中心部から重ねていきます。もう本当にこれのいいところは薄付きで、本当にファンデーション塗っているんですかっていう、本当にファンデーションが苦手な方の概念が変わるのと、あとクッションファンデーションってすっごく楽なので、こうパパパパッと仕上げたい時とかもいいし、あとはなんかすごい重ねたい人は重ねてもなんか厚塗りになりすぎないというか、こう本当に嫌な毛穴とかも隠れてくれるのに、このツヤ肌も残しつつみたいなでめちゃくちゃツヤツヤっていう感じというかは、ツヤもいい感じに出しつつもなんか質感がマットっていうほどではないんですけど間ぐらいの質感にもなるので、こうツヤツヤしすぎたくない方でもいいし、ツヤ肌を仕込みたい方もいいという、この上からのこうハイライトとかののせ具合で変わるのがすごく好きなので、こういう感じで叩き入れました。さっきよりさらになんかこうきめ細かい感じになったと思います、はい、でこれで、仕込むベースは完成なのでパウダーを軽くしていきます。はい、これ軽くさささっと、今後のメイクがねしやすいように、あとこれを塗るだけで全然違うんですよ。もう本当に崩れにくくなるので、こういう感じでさーっと塗っていきます。こんな感じでとりあえずのベースはできたので、次は眉毛とかやっていきたいと思います。でですね、ナーズは眉毛がアイブロウパウダーとしてはなくて、単色のアイシャドウを眉毛にも使う感じなんですけど、結構私がお店でね働いている店舗のスタッフとかもナーズのアイシャドウを結構アイブロウとしても使ってて、こうアイメイクにも使えるしアイブロウにも使えるしってなると両方使えるからすごくいいじゃないですか。なので私はこの2色を今日使っていきたいと思います。で、これを眉頭中心部、こっからグラデーションで、眉尻にかけてグラデーションに軽くなるようにしていくんですけど、単色でこうちょって使うわけではなくて手に1回なじませます。最近は何て言うんだろう、眉毛がキリッとした眉毛っていうよりかは少しふわっとした眉毛の方が柔らかい印象になるなと思って、すごい地眉毛が生えてきたのでふわっとした印象にしたいなと思って、この筆ナーズのやつなんですけどふわふわな感じにもなるし、この辺もキリッとできるので今日はこれで描いていきます。でまずこの薄い方を筆に取ってまず手に出します。でこっちのタイプも一緒に混ぜます。で色味の濃さを調節していってください。じゃあ描いていきます。でここにのせた時に一番濃くなるのがやっぱ筆につけた瞬間なので、私はこの眉尻の方からだんだん眉頭に行く感じで描いていきます。そうするとやっぱ筆をつけたところが最初濃くなるのでね、そう自分でグラデーションにしていきます。ナーズのアイブロウペンシル、これを使っていきたいと思います。こちらはこっちにペンシルでこっちにぼかすやつがねこういう感じでついてるので、これで先にちょっと眉毛をぼかします。見て、なんかふわっとしてる眉毛じゃない？パウダーの感じが。このペンシルはすっごい細いんです。こんな感じで。なので最近こうちょっとなんていうんだろう、もう眉毛がしっかり生えてきたので、足りないところを描き足すので一本一本描いていく感じで、描いていきたいと思います。こういう感じでね、最近は眉毛が描けたら毛並みをちょっと揃えてます。眉がしっかり生えてきてるのでこんな感じかな。いつも通りの眉毛ができました。お次はこちらのリップバームを塗っておきたいと思います。じゃーん。これは、アフターグローリップバームでカラー付きのこんな感じで色がついている保湿リップバームなんですけど、これは3月の13日発売なんですけど、お先にいただいて使っているんですけど、色付きなのでナチュラルにしたい時もいいんですけど、保湿バームなので私は最初にちょっと塗っておいて保湿
を高めておきます。後で他のカラーも紹介しますね。とりあえず今保湿のために塗っておきました。ほんまに保湿力高いこれは。じゃあお次はアイメイクではなくて、先にチークとかハイライトとかを仕上げていきたいと思います。最近は骨格作りとかベース作りの方が大切にしているので、先にそっちを仕上げちゃって、後からアイメイクとかを完成させていきたいと思います。で、今回紹介したいチークがありまして、てん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 、じゃーん、夏のブラッシュです。これがですね、2月の7日に、新作で10色追加されて発売されます。なのでそれをね先に並べてみました。めっちゃ可愛くないこれ。で、こんな感じのベイビーピンクカラーがあったりとか、ヌードカラーもあります。こんな感じで、あとねこれめちゃめちゃ可愛いのがこの辺のキラキラカラーも可愛いです。これはテラコッタオレンジベースですね。本当にいろんなカラーの10色があるので、肌の色だったりとかなりたい印象によって使い分けをすることができます。で、私は結構チークがマンネリ化しちゃうというか、自分の肌に合うなって思ったやつをもう同じ感じで塗ってしまってることが多くて、メイクの印象によって使い分けたりとかはしてなかったんですけど、やっぱいろんなカラーを知って使い分けたりとか、同じ印象でも使う色だったりとか塗り方によって全然違うなと思ったので最近研究中です。で、ピンク系を塗るとすごい可愛い印象になったりとか、ベージュ系をね塗ると肌なじみのいいナチュラルな、肌になったりとか、本当にいろんな、カラーでいろんな印象になることができます。で、私はやっぱりチークはですねヘルシーな印象を与えつつも血色を良くした感じにしたいので、この辺のベージュカラーをベースに塗って、ヘルシーさとナチュラルさをプラスしつつも、この辺のキラキラ、これとこれのね相性がすっごい良くて、ちょっと今日はピンクっぽくしたい時とかはもうちょっとこっちのカラーを合わせたりしても可愛いんですけど、これをね頬の高いところにミックスしてなじませます。で、ハイライトも塗るんですけど、またやっぱりチークで仕込んでおくのと印象は全然違うので、この辺を最近は毎日やっています。いろいろねメイクに合わせてチークも今後変えていけたらいいなと思うので、いろいろ研究してまたそれは紹介しますね。なので今日は毎日メイクとして使っているこのチーク2色を紹介していきたいと思います。ではちょっと一回これ片付けます。で、今日はですねちょっと大人っぽくヘルシーな感じでいきたいなと思うので、このベージュっぽい方を使います。これをベースに塗ってから頬の高いところにさっきの塗りますね。で、これ最近前から使ってて、質問にもあったんですけど、これナーズのチークの筆なんですけど、歌舞伎や千代っていう銀歯になります。これふわふわですごく塗りやすいです。で、固めの筆だとすごいしっかり発色するみたいで、こうしたふわっとした筆で塗るとふわっとカラーが発色するみたいなので、ナチュラルに塗りたい方はこういうふわふわの筆がいいって教えてもらいました。なので最近これを使っています。で、これは細いのでふわっとしたり塗ることもできるし、こういう感じでヘルシーに縦ラインで塗ったりとか、ちょっと一部分を塗りたい時とかも小回りが効くので塗りやすいです。あと柔らかいのめちゃくちゃ、ナーズのブラシはすっごく発色がいいので、筆にこうなじませた後に軽く手の甲に出してあげてからのせることがおすすめです。で、私はここの頬の高いところからこの範囲で、今ここ光入ってるの分かるかな、ここに後でキラキラの方をのせるので、その周りを囲むように塗っていきます。一気にカラーをつけようとするんではなくって、少しずつ薄付きで重ねていきます。で、今日はヘルシーにしたいけど少し女の子らしさも出そうっていう時は広範囲に塗ります。で、かっこよく見せたいなっていう時は幅狭に塗りますっていう感じで、同じカラーでもそういう感じで使い分けます。で、今日はちょっと女性らしさを出したいのでちょっとだけ範囲広めに塗ります。で、この外側を少し濃くしてあげるとシェーディング代わりにもなるというか、私はシェーディングをがっつり塗るタイプではないので、少しね影がつく印象にするためにこの外の部分を多めに塗ります。見て、今こっちがあってない、全然違うくない？これを塗せるだけでも血色もほんのり良くなるので、こんな感じで塗ります。次反対もね
こんな感じで両方塗れました。わかるかな。でこれはすごく目で見るとベージュな感じなんですけど、塗るとこんな感じで少しオレンジっぽい感じになるので可愛くない？私結構好きです、このカラーで。今ふわっとこう全体にこうちょっと広範囲になるように塗ってみました。でポイントはこの辺ちょっと濃いめね。でこの後にちょっと手でなじませてあげます。で骨格の作り方によって全然違うと思うんですけど、私はここの骨がすごいこう出ているというか、こう前に出ているので、ここが結構チークが濃くなりすぎちゃうので、濃かったらこういう感じで指でポン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 ってなじませてあげます。でその後にですね、軽くこう筆をティッシュオフしてあげてから、こっちのキラキラを塗ります。こちらのカラーですね、4078。これは少し筆を縦にして先端につけます。でそれもちょっとまた手の甲になじませてから、ここの頬の高いところにまずポンってのせます。でカラーの相性がすごくいいので、ここだけ浮いたりするっていうことはないんですけど、ここにこうちょっとキラキラの、ラメが入ったチークをのせるのだけで全然印象が違うので、ここにまずちょっと濃いめにのせました。ポンポンってこう高いところに。で先端につけてあげるとこう広範囲に広がらないので、いい塗り方だと思います。で今ちょっと分かりやすいように濃いめに塗ってるんですけど、ここの部分に光が、今日は太陽がたっぷりあるのですごく分かりやすいと思う。めっちゃ天気いいのよ、風めっちゃ強いんやけど。なのでこんな感じで塗った後に、ここの筆の部分でそれをちょっとなじませます。でその時にちょっと縦のラインを、光が入るところを意識してあげるとハイライト効果がさらにね出ると思います。こんな感じで。でまたちょっと手でなじませます。こんな感じでチークが入れれました。わかるかな。この辺に今入ってます。でチークを入れる時のポイントはこのラインに縦ラインにね、こういう感じでチークを入れてあげるとヘルシーさが出ます。で私は最近ちょっと幅を広めにして、ちょっと女性らしさとか可愛らしさがちょっとだけ出るようにしているので、広めにこの辺も塗っています。でやっぱ2層を使うことによってシェーディング効果が少しこの辺で出たりとか、やっぱりこのハイライト、ベースに仕込んでいるハイライトがこの辺にもしっかりこううまく光が出てくれるので、こういう塗り方おすすめです。ぜひ試してみてください。これをピンクバージョンですると女性らしいというよりか可愛らしい感じの印象になると思うので、可愛くしたい方はぜひそれでやってみてください。で今これ、仕込んでいるハイライトもあるし、このチークのキラキラとかでハイライト効果があるんですけど、もうめちゃくちゃおすすめのこちらのハイライト、じゃーん。これもパレット、チークパレットなんですけど、上がねこういう感じでハイライトになっていて、これも3月13日に発売なんですけど、お先にいただいていて、もう超この NARS のブラッシュとの相性がもう良すぎて、私本当に大好きで、もう2020年のベスコスなんて勝手に決めてるんですけど、これが本当に可愛い、もう使用感がたっぷりなんですけど、これをハイライトとしてポイントハイライトで塗っていきたいと思います。でこれがですね、なんて言うんだろう、ここがパウダーでそのパウダーに対してのなんて言うんだろう、こう質感の相性もめちゃめちゃ良くて、もうとにかく可愛いので、もう早速塗っていきます。まず指でこういう感じで取ります。でポイントが4箇所あって、まずここの鼻が私へこんで、ここのへこんでいるところにこういう感じでなじませます。なんかどっちかっていうともうポン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 って置く感じ。見て、これだけでも違うくない？このハイライトの感じで、その後に鼻先にくるくるくるってのせてあげます。鼻が高く見えるやろ。ここに入れてあげることによって本当に中心に光が入ってきて、顔が明るい印象になったりとか、あとは綺麗なツヤ肌になります。なので私はもうここのハイライトは欠かせないです。でもともとはこういう感じで適当に塗っているわけじゃないんですけど、鼻筋に光が入るようにこうやって塗ってたんですけど、このポイント置きをしてあげる方がさらにこうハイライト効果がしっかり出てくれるなと思ったので、最近は点置きでこうやって塗ってます。でその後にさっきはここの頬の頬骨のところに塗ったんですけど、その上のここに塗ります。
眉毛とここの頬をこうくの字でこうくっつけたこのくの部分に塗る感じかな。そうすることでこの辺に光が当たった時にすごく可愛いので、今こことこことこことここに入れたんですけど、最後にこことここを結ぶようにスッてこう鼻筋をねやってあげると綺麗に点と点だけが浮いてる感じにはならないです。でちなみにこれはここがね羽がボコッと出てるので影です。なんで怪我じゃないこんな感じでハイライトできました。どう？やっぱりチークとの相性もめちゃくちゃ可愛いし、この濃いめにこう影を出しているのでハイライトをのせてあげることでこのコントラストでさらにねこうシュッと見えるし、光がやっぱ中心に入るようになったので肌がね綺麗に見えますね。しかもお肌を明るくしてくれます。で最近はこういう感じでチークをしっかりめに入れたりとか眉もしっかりしているので抜け感を、このアイメイクとかで出していて、アイメイクを最近はパウダーの感じを薄くしたりとかしてるんですけど、やっぱりどうしてもパウダーのアイシャドウの方が多いじゃないですか。でやっぱ私の中ではなんかブームがあって、クリームタイプとパウダータイプのブームがあって、やっぱ春夏になるにつれやっぱこう気持ちがキラキラになるのかクリームタイプのアイシャドウの気分になることが多いんですけど、なんかうまく使えないかなってパウダーの方をね使えないかなと思った時に、このハイライトとか お手持ちのクリームタイプのハイライトをアイシャドウベースに塗るとそれをできます。で私は最近この真ん中のカラーをアイシャドウベースとして塗って、上からその日の気分のカラーを重ねてるんですけど、これを塗るだけで目からも抜け感が出る感じを表してくれるのでちょっと塗ってみたいと思います。このハイライトとして使った方をアイシャドウに塗っちゃうとこのハイライトとの差が出ないので、私は濃い方を塗るのがおすすめです。気分をピンクにしたい時はこれとかも可愛いです。これもね使ってます。今日はこっちでまずいきます。でパウダーっぽい感じにもなっているので、これだけでもこうアイシャドウの発色もすごくよく見えるのでなじませます。どう？可愛くない？めっちゃ可愛くないこれ。で涙袋、私結構キラキラをがっつり塗ってたんですけど、最近はこのハイライトでキラキラを塗るといい感じに自分の涙袋が生かされることに気づいて、最近はこれを塗っています。で目頭からこうちょっと伸ばしていく感じで、もう本当にこれだけでも良くないっていう感じなんですけど、クリームな感じになっちゃうので少しここにパウダーを混ぜます。で今日はこれを使っていきます。じゃーん、これも3月13日発売のパレットなんですけど、なぜもうパレットがめちゃくちゃ可愛い。見て、可愛い。こんな感じのカラーになってます。オレンジっぽい感じだったりピンクっぽい感じは春夏にすごく可愛かったりとか、この辺のやつはもう年中使える定番カラーですね。この辺をさっきのハイライトに混ぜても可愛いんですけど、私はこの辺とかこの辺とかの気分です。で最近はよくこれパウダーなんですけど、ちょっとなんていうんだろう、細かいパール感が入っているので、さっきのこの今塗っているハイライトとも相性がすごく可愛いので色味がつくのでね、最近はこのなんていうんだろう、ほんのりピンクっぽい色が入っているこれを塗っています。二重幅のところに重ねるように塗ってあげます。そうすると本当にわかるかな、色味も濃くなったしちょっとパール感が出ます。だから今日黒のブラウスとか着ている時も目から抜け感が出る感じなので可愛い。これはアイシャドウは広げないで二重幅にだけ重ねて塗るのがおすすめです。で涙袋の部分にも少し重ねるんですけど、私はこの目頭の部分だけで、最近なんかこういう質感の感じは筆で塗っちゃうと結構がっつり色がついちゃうなっていうのを思ったりとか、あとはこうクリームタイプってその上にパウダー重ねるとめっちゃ発色しちゃうじゃないですか。だから私最近この中指が一番使いやすくて中指で塗っちゃってます。そうするといい意味で輪郭を縁取りすぎないので、こういう感じで指でポンポンポンってなじませてます。そうすると肌なじみがね良くなると思います。これでアイシャドウはもう完成で、最近はアイライナーはもうリキッドはあんまり引かなくて、目尻は本当に引いたり引かなかったりペンシルでやってます。でインラインを軽くちょっと埋める感じで今日も引いていきます。
ブラウン、こちらのナーズのやつを使っていきます。ハイピグメントロングウェアアイライナーの8194ですね。これ可愛いんですよ。でナーズのこのシリーズのアイライナーはなんて言うんだろう、こすっても落ちないしよれにくいのでインラインとかもおすすめだし、カラーもねいろいろあるので好きなやつ見つけてみてください。でインラインちょっと埋めます。でこれ色で言うとこれぐらいの明るめの茶色になるので、こういうメイクをした時も抜け感が出るので、気分でそのままはみ出したりとかはみ出さなかったりとか、今日は最近はねはみ出してないからはみ出さないかな。こんな感じでアイライナー引けました。でマスカラは今まではがっつり塗ってたんですけど、最近は目にも抜け感を出したいということで自まつげが 1.5 倍になる感じで薄付きになるように塗ったりしてます。あとはブラウン系を使ったりとかしてるんですけど、今日はこのナーズのマスカラ黒色を使っていきます。しっかりオフします。でナチュラルにつけたい方は一度こういう感じでティッシュオフをしてもいいと思います。で塗っていきます。でマツパをしてるので私はそのままねこういう感じで自分のまつげをちょっと長く見せる感じで、最近の動画でさちょっとクリームっぽかったりとかこういう発色をしていたのみんなから質問来てたんですけど、これですこのメイクです。こんな感じでマスカラできました。最近はアイライナーはもう長く引かないでマスカラでしっかり目を締めてあげてます。でもうちょっと濃いブラウンとか、ブラウン系で抜け感を出したい人はそういう感じにしてもいいと思います。こんな感じ。今もう唇以外完成。このハイライトの感じとかも可愛くない？最近はこんな感じです。じゃあ最後に仕上げのリップを塗っていきたいと思います。でさっきこの保湿で塗ったアフターグローリップバームですね。これは、シアーウォームコーラルっていうカラーなんですけど、これもう一回塗ります。最近私はリップをファッションに合わせてお気に入りはあるんですけど変えているんですけど、だからこういう色味がナチュラルなカラーもつけることが多いので、今日はパキッとしたカラーを塗りたくないなだったりとか、お仕事の関係でなんて言うんだろう、濃い色が塗れない方とか、あと時短で色もつけたいし保湿もしたいっていう人とかはこのリップバームは保湿成分も普通にリップなのでカラー付きっていうだけで保湿力がすごく高いし、嫌なベタつきがない感じなので、ちょっとグロスっぽくも発色もしてくれるしって感じなので、そういう時はねこれだけでもいいと思います。で私のお気に入りはこの中で2色あって、もう一つがこれで、このカラーもうちょっと大人ピンクな感じで、これがシアーダスティーローズっていうんですけど、これを塗ると今はちょっとなんて言うんだろう、柔らかいちょっとオレンジ味がある感じだったんですけど、これはもうちょっとピンクに発色します。これもナチュラルで薄付きで大人っぽく見えるので可愛いです。てか1本で保湿もできるしリップ下地にもなるしリップカラーにもなるしってめちゃくちゃいいと思うので、これすごく使えると思います。このリップバームの発売も3月の13日なので、よかったらぜひ。これは私この色絶対カバンの中に入ってるスタメンなんですよ。でこのせっかくなので最近はリップをファッションに合わせてね変えてるので、今日はこういう黒のブラウスで女の子っていう感じにしつつもカラーが黒にすることによって大人っぽくなる。でメイクも大人っぽいんだけど、唇はちょっとなんて言うんだろう、ヘルシーさプラスでも血色も少し良くしたいなって感じな時に使うリップを紹介します。それがこちら。こんなカラーめちゃくちゃ可愛くない？これもう一目惚れです。これを見た時に一目惚れして、このカラーがオーディシャスリップスティックの9461っていうカラーです。発色はこんな感じの色です。可愛くない？この色もう絶妙なカラーで、これはマットとこの潤いがある感じの間の色で発色がめちゃめちゃ良くて落ちにくいです。で今これリップベースに塗っているので、この上から重ねますね。はい、こんな感じで塗れました。めっちゃ可愛くない？この色。リップはその日の気分に合わせてだったりとかファッションに合わせていろいろ変えるんですけど、とりあえずこの上のアイメイク、ベースメイクは最近の毎日メイクはこんな感じです。で今日のリップはこの感じ。でもこれはもう
私、リップマニアご存知の通り、1日に何本もリップを持ち歩いているんですけど、その中にこの2本は入っています。もうナーズのリップはすごく発色もいいし、もうめっちゃ可愛いから、よく持ってるんですけど、この春夏はね、このカラーが私のスタメンになりそうなので、よかったらぜひ見てみてください。やっぱりこう気分はもう春の意識なので、最近あったかいし、今日もめちゃくちゃ天気がいいので、皆さんおなじみの、光合成中ですっていう感じで、太陽もこんにちはしているので、こういうメイクアップから春を取り入れるとすごく可愛い感じになるので、こういう暗めな洋服を着ていても春を意識できるんじゃないでしょうか。はい、ということで私の毎日メイクが完成しました。どうですか？こんな感じ、実はこれテーマがありまして、大人ヘルシーが今回のテーマになっています。ヘルシーさは出しつつも、どこかねやっぱ女性らしさは外せなかったので、肌の質感だったりとか使うカラーで女性らしさを出してみました。なのでアイメイクもちょっとキラキラなんだけど、ラメでキラキラなわけではなく、質感でキラキラにしてみたりしました。このメイクが結構私の今の気分をすごく出せているというか、こう言葉には出せないものがメイクに出せたなと思っているので、自分の中でもすごく気に入っています。このアイメイクだったりベースメイクはどんなリップとの相性もいいので、ファッションに合わせてだったりとか気分に合わせてリップを変えてもらってもすごく相性がいいので、ぜひお好きなリップで試してみてください。2020年の春夏はこのメイクを楽しみたいと思います。使ったアイテムがまだ未発売のアイテムが多いので、概要欄に詳しくは書いておきますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。すっごく可愛いアイテムが多いので、発売したらぜひチェックしてみてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。